空が青いな。はい、おはようございます。今日はですね、8月の27日日曜日ということで、昨夜、花火大会がございましてね、はい、出張リサイクルセンターということで、フッツラボの方でね、やってたんですけど、はい、今日はね、その片付けということで、軽トラで3往復、はい、荷物をまた戻して、はい、いや、軽トラいいですね、便利ですね、軽トラってよかったわ、本当にね、3往復荷物運び入れたいと思います。はい。ということと、あと、ちょっとその後ですね、早速、便利屋の仕事で草刈り頼まれてますんで、そちらの方もやっていきたいと思います。ということで、本日もよろしくお願いいたします。人月。はい、ということでね、昨日は、花火大会、儲かりじゃねえや。盛り上がりまして、はい、最高の夜になったんじゃないかなと思います。それと、出張リサイクルショップの方もね、はい、初めての試みということでやらせていただきましたけれども、まあまあ良かったんじゃないかなと思います。ということでね、持ってった商品をね、また元に戻すという作業なんでございますが、結局3往復だったかな。はい、ということで出したものはしまうと、片付けると、いうことで、今片付けております。で、テントの方はね、昨晩夜中のうちに、畳めましたので、夜中のうちに、ここリサイクルショップに戻せたので、まあ今日はね、そんな大した荷物ではないということで、いやー助かりました。はい、ということでね、何度もね、こちらフッツラボから、リサイクルショップ大貫のですね、リサイクルショップに、3往復しております。はい、ということでね、いやー暑いっすね、この日もね。はい、なんていうんですかね、熱中症一歩手前みたいな感じにね、なってますけれども、意外とですね、でも風があるので、涼しいっちゃ涼しいんですよ。はい、ですので、今もねちょっと編集中ですが、室内温度29度ということで、まあまあエアコンなしでもギリいけるかなという感じでございます。はい、ということでね、午後じゃねえやまだ、次の、便利屋の仕事で草刈り、そちらね、依頼受けました。はい、ちょっと刈り始めちゃったんですけどね、はい、こちらをね、まあ鳥小屋まで全部買ってほしいということでございます。ということで、頑張っていきたいと思います。暑いですけどね、みんな暑い人は熱中症気をつけてくださいね。はーい。ということでね、自分自身にね言い聞かせておりますが、やはり炎天下の作業っていうのはね、まあ体調にもよるんですけども、たまにぶっ倒れそうになる時がございます。はい、ですのでね、皆さんね、くれぐれも外で作業されている方、お気をつけくださいということで、そうですね、草刈りをね、やっておりますが、今使っているやつがね充電式の草刈りなんでございますよ。はい、ですので、
まあまあ、だいたい30坪ぐらい、まあ、10メーター ×10 メーター、はい、まあ、このぐらいのね、面積がだいたい基準となりましてですね、はい、1日、まあ、1万円前後ということで、受けたまわらせていただいているんですが、やはりですね、草丈が高いと大変でございます。はい。で、草丈が低いと、まあ楽でございます。はい。で、買った草ですね。はい。こちらもですね、処分するとなると、別途費用がいただきたいということでございますね。はい。まあ、その場でね、置かしていただけるのが、一番安くできる、草刈りとなっております。はい、ですのでね、やっていってるんですが、まず一つはね、このバッテリー式の草刈り機はね、やはり、ちょっとパワーが足りないということと、この辺のエリアからですね、つるの草ですかね、はい、結構増えてまいりまして、草刈り機のね、刃のところにですね、絡みついて、そして止まってしまうと、そういう状況が何度も起こり始めてきました。はい、やっぱつるのね、草ってね、結構厄介なんですよ。はい、まあローターのところにね、絡まりますし、それとですね、次から次へとこう草をね、渡り歩いてますので、そのつるがですね引っかかって、まあ、外れないということで、まあなんていうんですかね、一回縦切りみたいな感じでつるを切ってからですね、はい、それから横切りした方が、楽でございます。はい、ということで、この辺ね、ツルエリア、頑張って買っておりますが、まあ、一気にこうペースダウンしてしまうとね、そういう感じでございます。はい。ということで、もう少しでですね、7月も終わりということで、まだ4月なんですよね。はい、夏がですね、まだ1ヶ月、2ヶ月ぐらい続くのかな。いや、しかしね、毎日暑いでございます。はい、暑いとですね、ほんとぼーっとしてきてしまうんですよね。はい、で、食欲が落ちると。それと、まあ、水分は取っているつもりなんですが、何ですかね、やはり判断能力が、落ちるということで、ちょっとぼーっとし始めると、そんな症状が出てきますので、皆さんね、気づかないうちに熱中症になっていると、いうことですので、あと日焼けしてですね、帰るとですね、どっと疲れが出るんですよね。はい。ですので、まあ日焼けはしょうがないんですけれども、真っ黒でございます、私。ということでね、そう、それで、このバッテリー式のね、草刈り機なんですけれども、まあ、パワーが弱いということと、バッテリーまあ大きくてですね、結構持つんですが、なんせですね、パワーが足りないということと、もう一個、どうしても、草払い機がね欲しいなと、思っておりまして、はい、ちょっとポチッと、インターネットでね、させていただきました。はい、ということでなんで、ポチッとしてしまったのかと
言いますとですね、やはりですね、エンジン式の、草刈り機の方がですね、縦切りするときとかですね、パワーが落ちないんですよ。はい、バッテリー式のやつはですね、縦切りみたいな感じにして、刃に負荷がかかると止まってしまうと、そういうようなね現象がございましたので、やはりでもこれからね、便利屋として草刈りをやっていくのであれば、例えばバッテリーが切れた時にね、すぐに、エンジン式に切り替えられるとか、そういうのもねちゃんとバックアップの機材も積んどかなきゃいけないかなと、そういうね、勉強の場でもございます。はい、ですので、ちょっと、普通にね、買うより、Amazon で買った方が安かったもんですから、そちらから購入させていただきましたということで、はい、ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。はい、草をね、だいぶ刈らせていただきました。はい、これね、30坪どころじゃなくて、どのぐらいなんですかね、これ。よいしょ、こちらね、看板の裏の方も刈らせていただきました。はい、ということで、はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はね、昨日の花火大会明けということで、なんですか、出張リサイクルショップの方の片付けを朝一いたしまして、はい、で8時9時ぐらいからねこちら草刈り入りましたが、どうなんですかね、ちょっと終わんなかったですね。はい、ということでね、また次回草刈りということになると思います。ということで本日はありがとうございました。皆さん、熱中症気をつけてください。はい、私もちょっとなんかクラクラです。ということで、もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ニンゲッツ